どうも皆さんこんにちは。今日は2月7日月曜日です。今日は美濃の桃山の陶片の紹介をしたいと思います。ちょっと待ってください。顔が映っちゃった。よいしょ。これら3箱まとめて1箱ずついくらっていう感じで販売します。美濃の桃山陶と呼ばれる陶片ばっかりなんですけど、こんな焼き物のかけらっていうそんな認識の方も多いと思いますけど、骨董に興味のある方なら陶片か、陶片があるお店っていう骨董屋さんっていうのは珍しいと思いますので、普段あまり出さないんですけどね、陶片自体本当に貴重になってきましたので、ちょっとね1箱ずつ紹介したいと思います。どれからいこう。まず今僕が普通に言葉にした美濃の桃山の陶片でちょっと正確ではない言葉なんですけど、桃山っていうのは実際に徳川時代まで、厳密に言うと信長時代から秀吉あたりまでっていうことなんですけど、実際美濃で作られていた焼き物っていうのはその徳川家入るんじゃないかっていう、秀吉から徳川っていうぐらい実は時代はちょっと後の方なんです。これが近年の発掘調査で分かってきました。正確には織田信長から秀吉あたりが安土桃山時代というのが学術的に言われている時代なんですけど、例えば中世の焼き物、近代の焼き物っていうのもその時代感覚でいうと、そのニュアンス的なものでは江戸時代初期前期まであたりが桃山陶と呼ばれてます。荒川豊蔵や藤九郎の時代には瀬戸黒が天正黒と呼ばれるぐらい天正時代の焼き物、信長が瀬戸から美濃に陶工集団を大移動した時代あたりの焼き物やと思われてましたけども、近代になって冒頭に言いましたけども、近年の発掘調査によってもう少し後に作られてたっていうことがだんだん分かってきました。2000年代に入ってからあまり発掘調査っていうのは全国的にかなりその発掘事業調査が縮小されて、なかなかね最近は新しい新発見とかそういうのはなくなってきましたけども、そういう90年代割と面白い発見が、地味な発見なんですけどね、あったと思います。それが産地である現在の岐阜県多治見市、可児市、土岐市、瑞浪市、愛知県瀬戸市じゃなくて、当時これらのちゃんとした製品が物流に乗って流通した消費地っていうのが大阪、堺、全国各地の城下町、そこからの消費地での発掘調査でそういうものが分かってきました。さてこちらの箱は最も古い時代の陶片で、市の木瀬戸で、こちら俳優小瀬戸からの流れを組む俳優なんですけど、いわゆるこれら全部この小さい小皿、これしのぎがあって縁がこう折り上げている口、しのではそういうのはないんですけど、この小皿の生産は多分多かったと思います。だから物原っていうんですけど、この焼き物を焼く窯の一部に失敗作を失敗作を破棄する場所が物原っていうんですけど、そういうところには数多くこの小皿が多分もうよっぽど多く作られてたんだろうなとは思います。あえてまたこの陶片の詳細を紹介っていうのはまた今度にしようと思いますけど、これ1箱で8000円です。高いですかね、安いですかね。本当に僕も
18歳、ぐらいかな。自分の勉強のためと思ってずっと買い集めてコレクションしてきたものです。その一部、ほんの一部で、次これらちょっとね、シノオリベでちょっと俳優とか混ざって、でこれらもオリベ油ですけど、なんか色が飛んじゃって変な風になっちゃってるけど、これも多分何回も焼かれてるんですよね。一番釜の奥で全然あれこれ焼けんなと思って、次もう一回焼き直す。で焼き直す。そうするとこの動力油のこの緑が銅が飛んじゃうんです。揮発しちゃう。で大体これなんか一発、またこんな話すると長くなるんですけど、こうやって鮮やかな緑っていうのは一発で焼いたものが多い。これもそうで、2回目からだんだん色がおかしくなってきます。玉油が溶けなかったからもう一回これ釜に入れようと。そうすると銅が飛んで鉄分だけ残って茶色くなる。この玉油が茶色い釉薬になります。たまにそういうのはありますので、博物館とかでもそれ普通にありますので、またその話もね、また今度ちゃんと詳しくしたいと思います。これ面白いですね。俺もぽっくりですけど、まあ牡蠣かな。これも耳付きでここにくし目があって面白いシノオリベやなと思いますけど、これもねしのりがあって、ぶっかきかなと思うんですけど、わかんないです。耳がありゃそうだけど、これとっくりやね。結構面白いやつ多いですね。これいい焼き上がり。これシノっぽいけどシノオリベですね。シノかな。いやシノオリベ。もうシノオリベとシノっていうのは釜の違いで、多分大釜と上り釜って、シノは大釜、シノオリベは上り釜。多分上り釜の出始めの頃は普通に両方とも焼いてた時代があったと思います。またその話もまた今度で、これ1箱15,000円で置いてます。よいしょ。特に宣伝するわけじゃなくて、じゃあこれじゃない。特に買ってくださいとかっていうそういう宣伝じゃないんですけど、こういうのを扱ってますよっていうのと、あとこういう解説したいですっていう動画にしたいです。今回はこれ1箱で5,000円です。なんかバリエーション、器のバリエーションも多くて、一番なんか賑やかやし数も多いんですけど、時代的に言うと1箱目がいわゆる桃山糖で、2箱目がさっきのオリベ入ってたやつがオリベの時代になる桃山糖で、次のこれが江戸前期から江戸中期後期の美濃の焼き物です。ちょっとね美濃、これらなんかもねちょっとわからんないけど、これちょっと美濃じゃないかもしれんけど、江戸期の焼き物の陶片です。1箱5,000円、そういうものかなと思ってます。意外とないですね、この時代の陶片って。その発掘埋蔵文化財的にそんな価値もないので、その町の形成造成工事で結構潰されたりしますね。よく桃山塔もそういう窯跡はいくつもありますけど、もうそれは仕方ないことじゃないかな。わかんない。こういう難しい話はまた今度。ってことで後編
陶片の活用法とかね、一つの陶片の解説とかしていきたいと思います。こんな感じで今日は終わります。ありがとうございます。これから続けて2本動画撮ります。ありがとうございました。